ボンジュール。11月になってパリの街路樹はますます美しく色づいてきました。パリの紅葉というと黄色が多いのですが、時々こんな風にツタの葉っぱが建物の壁を真っ赤に染めていたりします。私が歩いているのはパリ14区。この地図のピンク色のポイントのあたりです。パリの中でも南の方、モンパルナスと呼ばれる界隈です。メトロのラスパイ駅のそばに小さな公園があって、そこの紅葉が見事だったので、ちょっと寄り道をして中に入ってみました。パリのベンチというと緑色が多いんですが、こちらのベンチは鮮やかな青色でちょっと珍しいと思います。そして向かい側に見える建物がかなり個性的だと思いませんか？セラミックタイルで彩られていて、門の上には彫刻のようなオブジェもあります。アール・ヌーボーからアール・デコ様式の時代、1911年の建築だそうです。窓の面積がとても大きいことから想像される通り、この建物にはこれまでデザイナーやアーティストたちが暮らしてきたようです。建物がある通りの名前はリュー・カンパーニ・プルミエア。この通りには歴史上たくさんの芸術家たちの足跡が残っていて、日本人アーティスト藤田嗣治も一時この通りにアトリエを構えていたようです。さて、今日目指している場所はこちら、カルチエ財団です。有名な宝飾メゾンカルチエの財団で、コンテンポラリーアートの展覧会の場所としても親しまれています。このガラス張りの建物を設計したのはフランスを代表する建築家ジャン・ヌーベル。今ここではダミアン・ハーストというアーティストの展覧会が開かれています。スリジエ・オン・フレー、花盛りの桜の木というタイトルです。おや、グリーンウォールに黄色い花が咲いています。これは桜ではありませんけれどね。会場に入ると、まずこの大画面の作品が迎えてくれました。Greater love has no one than this blossom。 大きな愛はこの花のほか何者もなしとでも訳せるでしょうか。ダミアン・ハーストは過去にホルマリン漬けにした動物をガラスケースに入れたシリーズなど、物議を醸すような作風が有名でしたが、今回の作品はガラリと雰囲気を変えて、明るい色合いの桜がテーマになっているようです。彼が3年間取り組んで2020年11月に完成したこのシリーズは全部で107作品、そのうち30点がここに展示されています。制作期間は折しもパンデミックの時期と重なります。ロックダウンになった時期だからこそ、十分な時間をかけて作品と向き合うことができたようです。カルチエ財団のサイトから制作風景の動画が見られますが、彼はロンドンの広いアトリエの壁に大きなキャンバスを何枚も並べて同時並行で制作していったようです。作品はすべて大胆な点描画のような感じですが、絵の具をたっぷり含ませた筆を直接キャンバスにタッチさせるだけでなく、少し離れたところから振り下ろすようにしたりもしていたようです。葉っぱを表現するには、壁塗りのコテのようなものにこんもりと絵の具をのせて、それをキャンバスに押し付けています。近づいてみると、絵の表面にかなり立体感があるのがわかります。桜の花とは美と生と死である。
色とマチエールの中で自分自身が消えてしまうほどだったとも彼は言っています。それはまるで私たちが満開の桜の木の下で花の世界に吸い込まれてしまうような感じなのかもしれないと想像します。同じモチーフを繰り返して描くということで言うと、モネの睡蓮のシリーズを思い出すような気もしますが、キャンバスから盛り上がるような絵の具の感じはゴッホ作品を連想させるようでもあります。私は個人的には着物の柄選びをしていた頃のことを思い出しました。雑誌に掲載するための着物を問屋さんの展示会でたくさんの着物の中から選ぶのですが、絹の上に描かれた柄がめくるめくように目の前で移り変わる感じとどこか共通するものがあります。そしてこれと一点選ぶ今回のシリーズの中ではこの色合いが好きだなと思いました。展覧会場からガラスの外に目をやると、街路樹が午後の光を受けて輝いていました。展覧会を後にして建物の周りを少し歩いてみたいと思います。道路と建物を隔てるガラスの内側がこんな風に散歩道のようになっています。木の切り株の上に猫がいます。ニニという名前のついた猫の彫刻で、アニエス・バルダの作品だそうです。この小屋もやはりアニエス・バルダの作品で、猫小屋。中に何か仕掛けがあるんでしょうか。建物の裏手でこんな風にお茶ができるようになっていますね。この円形劇場のようになったところでは、もう20年くらい前になるでしょうか、日本のミュージシャンゆずのコンサートがあるというので、友人に誘われて一緒に聴きに来たことがあります。この辺りは19世紀シャトーブリオン子爵夫妻が診療所や広大な庭を作ったりした場所だそうですが、土地の記憶をとどめるというのでしょうか、見事な木がたくさんあります。とりわけ存在感のあるこの木、説明を見ますと、ソフォラ・デュ・ジャポン、日本の円樹とあります。まるで生き物みたい。もちろん木も生き物には違いないですね。この中に森の精でも住んでいそうな、そんな気がしませんか。都会の真ん中にいるとは思えないような、とても雰囲気のあるところです。さて再び大通りに出ると、ユーモラスな街角アートが目につきます。洒落た雰囲気の店構え、1950年代60年代のデザイン家具を扱っているお店のようです。黄金色の木々に誘われてちょっと歩いてみたい気がします。静かな通りにこんな素敵な建物を発見しました。壁のタイルも扉の装飾もとても素敵。知る人ぞ知る建築遺産ではないでしょうか。少し調べてみましたら、ポール・フォロというデザイナーの住まいとして1911年に建てられたもののようです。今はランスティチュ・ジャコメッティ研究所になっていて、どうやら彼の作品も展示してあるようなので、今度また改めて訪れてみたいと思います。この壁の向こう側はモンパルナス墓地なのですが、
それにしてもなんと美しい秋の彩りでしょう。人通りがほとんどなくて、とっておきの名勝スポットを独り占めしたような気分です。そしてこんなところにも粋なストリートアート。いつもと違う界隈を歩けば、思ってもみなかったような嬉しい発見がある。パリはやっぱり懐の深い街だなと感じました。